プローズ版、小説版、アプマーンカーの夜明け第1章、静寂の兆し3ページ分。3ヶ月前、世界は癒された。光と影は一つに戻り、ウンブロスの大地には穏やかな風が吹き始めた。長い戦いの果てに訪れた平和は、まるで春の日だまりのように柔らかく、誰もがそのぬくもりを信じて疑わなかった。だが、その静けさは永遠ではなかった。朝霧の森を歩くアプマーンカーはふと足を止めた。鳥のさえずりが途切れ、風が止み、葉が空中で動きを失う。世界そのものが息を潜めたような不自然な沈黙が森を包み込んでいた。チュップック。また世界が呼んでいる。胸の奥にかすかなざわめきが走る。かつて感じたことのあるあの不吉な気配。森の奥へ進むと古い石碑がひっそりと佇んでいた。その表面に淡い光を帯びた文字が浮かび上がる。アプマーンカー。誰も刻んでいないはずの名が、まるで世界そのものが彼を呼ぶように刻まれていた。不安を胸に抱えながら村へ戻ると、そこにはさらに異様な光景が広がっていた。人々は立ち尽くし、目を開いたまま動かない。声をかけても、肩に触れても、まるで時間が止まったかのように反応がない。どういうことだ。老人の手を握ると、ぬくもりはある、生きている。だが、魂だけがどこかへ連れ去られたようなうつろさが漂っていた。その時、空が震えた。アプマーンカーが顔を上げると、雲の向こうに裂け目が走り、青空を引き裂くように光が漏れ出していた。それは雷でも魔法でもない、音のない完全なる静寂の裂け目。静寂が何かを招いている。胸の奥で何かが確実に近づいているのを感じた。それは影でも光でもない、もっと古く、もっと深い世界の底に眠っていた力。アプマーンカーは村外れの森にある古代の祠へ向かった。そこだけは沈黙の影響を受けていないように見えたからだ。祠の前に立つと、苔むした石の壁に刻まれた紋章が淡く光り始めた。扉の中央には見たことのない円形の紋章が浮かび上がり、静かに脈動している。これは何だ。手を伸ばすと、紋章から冷たい気配が流れ込んできた。それは静寂そのものが形を持ち始めたような底知れぬ力。すぐそこまで来ている。アプマーンカーは息を飲んだ。世界を覆う沈黙の正体が扉の向こうに潜んでいる。そしてそれは彼を待っている。新たな旅は静寂から始まろうとしていた。アプマーンカーの夜明け第2章、迷宮の影、沈黙を裂く矢。アプマーンカーは地下迷宮の奥へと足を踏み入れた。背後のあくりは遠ざかり、石壁に刻まれた古代の文様だけがかすかな光を受けて揺らめいている。湿った空気が肌にまとわりつき、静寂はまるで生き物のように彼の呼吸を飲み込んでいった。彼は剣を抜いたまま進む。迷宮そのものが彼を見つめているようだった。やがて通路の先にそれが現れた。黒いフードを深くかぶり、闇色の鎧をまとった影の戦士。言葉も気配もなく、ただ剣を構えたまま立ち尽くしている。次の瞬間、影は音もなく滑るように動いた。鋭い一撃がアプマーンカーに迫る。火花が散り、金属音が迷宮に響き渡った。影の戦士は異様な速さで攻め込んでくる。一撃一撃が重く、正確で、まるで彼の動きを読み取っているかのようだった。アプマーンカーは必死に受け流し反撃するが押し返される。強烈な蹴りが彼の体を弾き飛ばした。息が乱れる。握る剣が震える。影の戦士は静かに確実に止めを刺しに近づいてくる。剣が振り下ろされようとしたその瞬間、風が走った。緑の光がひらめいた。一本の矢が影の戦士の小胸を打ち抜き、剣を弾き飛ばした。アプマーンカーは驚きに目を見開く。通路の奥、闇の中から一人の女性が姿を現した。しなやかな視体、深い褐白の肌、長く編み込まれた髪、尖った耳が示すように彼女はエルフだった。緑と金の装飾が施された軽装鎧は迷宮の薄まかりを受けて宝石のように輝いている。手にはすでに2本目の矢をつがえた長弓。彼女は静かに言った。下がって。アプマーンカーは反射的に身を引いた。影の戦士が彼女へと飛びかかる。だが、彼女の放った矢は迷いなく敵の甲甲を貫き、影の体は石壁に叩きつけられた。鎧に亀裂が走る。内部から光が漏れ、影は霧のように消え去った。迷宮に再び静寂が戻る。弓を下ろした彼女はゆっくりと息を吐いた。
アプマーンカーは彼女を見つめたまま言葉を失っていた。彼女は微笑み、落ち着いた声で言った。一人で来る場所じゃないわ。でも、間に合ってよかった。その瞬間、アプマーンカーの新たな旅路に最初の仲間、カッサンドラ・メアリーが現れた。私の名はカッサンドラ・メアリー。弓を下ろした彼女は静かになずりた。落ち着いた声は迷宮の冷たい空気を和らげるように響き、緑と金の増殖が日された軽装鎧は揺れる松明の光を受けて柔らかく輝いた。長く編み込まれた髪が肩に流れ、尖った耳が彼女のエルフとしての血を示している。アプマーンカーは荒い呼吸を整えながら彼女の名を繰り返した。カッサンドラ・メアリー。その響きは彼女の佇まいに不思議なほどよく馴染んでいた。彼女は軽くうなずく。あなたはアプマーンカー。迷宮はあなたが来ることをずっと前から囁いていたわ。迷宮が囁いた。アプマーンカーは眉を潜める。カッサンドラ・メアリーは通路に落ちた矢を拾い上げ、埃を払って矢筒に戻した。その動きは無駄がなく、熟練の戦士そのものだった。この場所は聞いているの。彼女は壁に刻まれた古い文様へ視線を向ける。ここは記憶する、反応する、特にあなたのようなものに。アプマーンカーは剣を握り直した。俺のようなもの？彼女はすぐには答えなかった。代わりに彼の姿をじっと観察する。祠で触れた紋章の光がまだかすかに彼の肌に残っている。あなたは古い力を宿している。ようやく彼女は言った。世界が忘れかけていた力、だから影たちはあなたを狙った。アプマーンカーは息を吐く。じゃあ、あれは一体じゃないわ。カッサンドラ・メアリーの声は低く、鋭かった。まだ目覚めていない影が下層にたくさんいる。その時、迷宮の奥から低い振動音が響いた。石壁がわずかに震え、天井から砂が落ちてくる。ほら、始まった。彼女の表情が引き締まる。急がないと。アプマーンカーは彼女の隣に立つ。この迷宮に詳しいんだな。沈黙を追ってきたの。彼女は弓を構えながら答える。すべての異変はここにつながっている。そして今は、迷宮があなたに姿を見せ始めている。アプマーンカーはその意味を理解できなかったが、胸の奥に重い予感が広がった。カッサンドラ・メアリーは前方の闇を見据え、静かに言う。ついてきて。仮想はもっと危険よ。アプマーンカーはうなずいた。迷宮に入って以来初めて、彼は一人ではなかった。二人は並んで闇の奥へと歩みを進めた。交わる運命、始まる旅路、そして世界の沈黙が待つ深淵へ。Prose version, novel version, The Dawn of Apmairnker, Chapter 1, Signs of Silence, approximately 3 pages. 3 months ago, the world was healed, light and shadow returned as one, and a gentle wind began to blow across the land of Umbros. The peace that arrived after the long battle was soft like the warmth of spring sunshine, and no one doubted that warmth. But that quiet did not last forever. Walking through the forest of morning mist, Apmairnker suddenly stopped. The birdsong ceased, the wind died, and the leaves hung motionless in the air. An unnatural silence, as if the world itself were holding its breath, enveloped the forest. The world is calling me again. A faint stir ran through his chest, that ominous presence he had felt once before. Deeper into the forest, an ancient stone stele stood quietly. On its surface, characters glowing with a pale light rose into view. Apmairnker, a name that no one should have carved, was etched there, as if the world itself were calling him. Carrying unease in his heart, he returned to the village, only to find an even stranger sight waiting. People stood frozen, eyes open, unmoving. Calling out or touching their shoulders brought no response, as though time itself had stopped. What is this? When he took an old man's hand, there was still warmth. He was alive, yet a hollow emptiness lingered, as if only the soul had been carried away. Then the sky trembled. Apmairnker looked up. A rift ran through the clouds, light spilling out as if tearing the blue sky apart. It was neither lightning nor magic, a soundless, perfect rift of silence. Silence is summoning something. Deep in his chest, he felt something approaching with certainty. It was neither shadow nor light, something older, deeper, a power that had slept at the bottom of the world. Apmairnker headed for the ancient shrine in the forest at the edge of the village. Only that place seemed untouched by the silence.
Standing before the shrine, the crest carved into the moss-covered stone wall began to glow faintly. In the center of the door, a circular emblem he had never seen before rose into view, pulsing quietly. What is this? When he reached out, a cold presence flowed from the emblem. It was as if silence itself had begun to take form, an unfathomable power. It's almost here. Apmairnker caught his breath. The true nature of the silence covering the world lay beyond that door, and it was waiting for him. A new journey was about to begin from the silence. The Dawn of Apmairnker, Chapter 2, Shadow of the Labyrinth, the arrow that tears silence. Apmairnker stepped deeper into the underground labyrinth. The light behind him receded, and only the ancient patterns carved into the stone walls shimmered under the faint glow. Damp air clung to his skin, and the silence swallowed his breath like a living thing. He advanced with his sword drawn. It was as if the labyrinth itself were watching him. Before long, it appeared at the end of the passage, a shadow warrior wearing a deep black hood and armor the color of darkness. Without words or presence, it simply stood with sword raised. In the next instant, the shadow moved soundlessly, gliding forward. A sharp strike closed in on Apmairnker. Sparks flew, and the ring of metal echoed through the labyrinth. The shadow warrior pressed the attack with unnatural speed. Every blow was heavy, precise, as if it could read his every move. Apmairnker desperately parried and counterattacked, but he was driven back. A powerful kick sent his body flying. His breath grew ragged, the sword in his grip trembled. The shadow warrior approached quietly, surely, to deliver the finishing blow. Just as the sword was about to fall, a wind raced past, green light flashed. A single arrow pierced the shadow warrior's gauntlet and knocked the sword away. Apmairnker's eyes widened in surprise. From the depths of the passage, out of the darkness, a woman appeared. Graceful limbs, deep brown skin, long braided hair. The pointed ears marked her as an elf. Her light armor, adorned with green and gold decorations, shone like jewels in the dim light of the labyrinth. In her hands, she already held a longbow with a second arrow nocked. She spoke quietly. "Fall back." Apmairnker stepped back on reflex. The shadow warrior leapt at her, but the arrow she loosed struck true, piercing the enemy's breastplate, and the shadow's body slammed into the stone wall. Cracks ran through the armor. Light leaked from within, and the shadow vanished like mist. Silence returned to the labyrinth. She lowered her bow and slowly exhaled. Apmairnker stared at her, at a loss for words. She smiled and spoke in a calm voice. "This isn't a place you should come alone, but I'm glad I made it in time." In that moment, the first companion on Apmairnker's new journey, Cassandra Mary, appeared. "My name is Cassandra Mary." She lowered her bow and introduced herself quietly. Her calm voice seemed to soften the cold air of the labyrinth, and the light armor adorned with green and gold decorations glowed softly in the flickering torchlight. Her long braided hair flowed over her shoulders, and her pointed ears revealed her elven blood. Apmairnker steadied his ragged breathing and repeated her name, Cassandra Mary. The sound suited her presence with a strange naturalness. She gave a slight nod. "You are Apmairnker. The labyrinth has been whispering that you would come for a long time." The labyrinth whispered. Apmairnker furrowed his brow. Cassandra Mary picked up the arrow that had fallen in the passage, brushed off the dust, and returned it to her quiver. Her movements were economical, those of a seasoned warrior. "This place is listening." She turned her gaze to the old patterns carved into the wall. "It remembers, it reacts, especially to someone like you." Apmairnker tightened his grip on his sword. "Someone like me?" She did not answer at once. Instead, she studied him carefully. The light of the crest he had touched at the shrine still lingered faintly on his skin. "You carry an ancient power." At last she spoke. "A power the world was beginning to forget. That is why the shadows targeted you." Apmairnker exhaled. Then, what was that? Not just one. Cassandra Mary's voice was low and sharp. "There are many more shadows still unawakened in the lower levels." At that moment, a low vibration echoed from the depths of the labyrinth. The stone walls trembled slightly, and sand fell from the ceiling. "See, it's begun." Her expression tightened. "We have to hurry." Apmairnker stood beside her. "You know this labyrinth well." "I've been chasing the silence," she answered while raising her bow. "Every anomaly is connected to this place, and now the labyrinth is beginning to show itself to you."
Apmairnker could not grasp the meaning, yet a heavy premonition spread through his chest. Cassandra Mary fixed her eyes on the darkness ahead and spoke quietly. "Follow me, the lower levels are more dangerous." Apmairnker nodded. For the first time since entering the labyrinth, he was no longer alone. The two of them walked side by side into the depths of the darkness, intersecting fates, a journey beginning, and into the abyss where the world's silence waited.